皆さんこんにちは、なおこです。皆さん見てください。緑、そして赤。はい、もうすぐクリスマスです。最近私はクリスマスが楽しみで、いつもハッピーです。はい、皆さん前回の動画にたくさんのコメント本当にありがとうございます。皆さん今まで言語の壁にぶつかったことはありますか？言語の壁、言葉の壁とか言語の壁と言います。そう、言語の壁を感じたことはありますか？あとはぶつかったことはありますか？今日は私の昔の話をするので、皆さんは今カフェで日本人の友達の話を聞いているような感じでこの動画を見てください。はい、大事な話はしません。ただの私のおしゃべりです。そして、どれくらい聞き取れるかチャレンジです。まず私が初めて言語の壁にぶつかったのは6年前とか7年前くらいのことです。そう、私は大学生の頃アイルランドに留学したことがあります。あの10ヶ月間ぐらいアイルランドに住んでいました。それが私にとって初めての海外生活でした。だからいろいろなことが初めての経験ですごく刺激的でとても楽しかったです。はい。でもその反面辛かったこととか大変だったこともたくさんありました。そして何回も言語の壁にぶつかりました。はい、今からその話をしたいと思います。アイルランドに行く前、日本でたくさん英語を勉強していました。だから自信はありました。英語をたくさん勉強したという自信はありました。でも話す勉強を全然していませんでした。だから初めてアイルランドに行ってアイルランドの空港に着いた時、私は何も話せませんでした。そうWhere is the bus station? とか Can I have a coffee please? とかそういう簡単なフレーズさえ話せませんでした。空港にいるスタッフさんに英語で話しかける時、とても緊張して頭が真っ白になりました。言葉も出てこないし何も考えられないし、なんかパニックみたいな感じになりました。パニックみたいになりました。あの英語がただ話せないだけじゃなくて何も考えられなくなりました。正直その時私の英語のレベルは読むのは B2 くらいでした。なんか読むのとかあとは文法レベルは B2 でした。でも話せるレベルは A2 とか A1 くらいでした。今も話せるレベルはまだ A2 くらいですね。日本で大学に入学する時試験を受けます。これが結構大事で、そのことを大学入学試験と言います。入学試験、よく短くして入試と呼ぶんですけど、入試があります。私は高校3年生の時入試のためにたくさん勉強しました。英語だけじゃなくて他の科目もたくさん勉強したんですけど、英語が結構大事だったのでその時私はすごくたくさん勉強しました。本当に今思うとよくあんなにたくさん勉強できたなって思うくらいたくさん勉強しました。自信を持って私はたくさん勉強したと言えるくらい勉強しました。はい、それくらいたくさん勉強しました。
そう自信がありました。でもアイルランドに行って初めて自分の英語力の低さに気づいたんですね。そう今までたくさん英語を勉強してきたのに、発音の練習とか話す練習を全くしてこなかったから、実際に英語を使うシチュエーションになった時に何も話せなかったんです。口から言葉が出てきませんでした。はい。難しい英語の記事は読めるし、難しい英語の単語も知っていたのに、本当に簡単な簡単なフレーズさえ話せなかったんです。アイルランドで語学学校っていう英語を勉強するための学校に行っていました。その学校はレベルによってクラスが分かれています。A1、A2、B1、B2、C1、C2 とか、レベルによってクラスが分かれています。最初私は A2 クラスにいました。でもたくさん文法を勉強してきた私にとって A2 レベルの文法はもうすでに知っている文法ばかりでした。でも他のクラスメートにとって新しく習う文法も多かったみたいです。だから大変そうな生徒もいました。でも彼らの方が英語を話せていたんですよ。他のクラスメートはたくさん英語で先生に質問をしていたり、友達と英語を使って話していたりしました。文法はぐちゃぐちゃだったりするんですけど、とにかくよく話していました。他のクラスメートは文法が正しいかどうかにかかわらず、たくさん英語で話していました。たくさんコミュニケーションを取ろうとしていました。それが私はとても羨ましかったです。すごいな、いいなと思っていました。羨ましかったし、正直とても悔しかったです。はい。たくさん文法も知っているし、難しい言葉も知っているのに、全然話せない。みんなより話せない。すごく悔しかったです。その時はよく周りの人と自分を比べていました。みんなの方が英語を話せるとか、自分は話せないとか、人と比べていました。その時は人とよく比べてしまって、どんどん自分の自信がなくなっていきました。どんどん自信をなくしました。はい。自信がなくなると自信をなくす。どんどん自信をなくしました。はい。そしてそんな自分に腹が立ちました。イライラしました。その人と比べている自分を見て、すごく腹が立ちましたね。はい。最初の1ヶ月はなかなか人とコミュニケーションを取ることができなくて、毎日が憂鬱でした。はい。憂鬱。なんか毎日楽しくないし、なんだろなんかはあっていう感じです。いつも暗かったです。憂鬱でした。はい。周りにたくさんの人がいるのに、その人と私の間にいつも大きな壁があるような感じがしました。同じ人間なのに自分が言いたいことが伝えられない、自分の気持ちが相手に届かない感じがしました。すごく孤独な感じがしました。一人ぼっちな感じがしました。はい。でも一人
ある韓国人の女の子と仲良くなることができたんですね。その子と私はお互い趣味が似ているし、性格も似ていました。あと韓国人と日本人だったので、なんだろう、隣の国だし、お互いのことをよく知っていました。その子はよく日本の文化を知っていたし、少し日本語も話せたし、私も韓国の文化が大好きだったし、韓国語を少し話せたので、英語がうまく話せなくてもお互い言いたいことが伝わる関係でした。なんか何も言わなくても分かる関係でしたね。その子とは最初から言語の壁を感じなかったんです。そうあの多分その子との間に言語の壁はあるんですけど、でもそれを感じませんでした。多分あるけど感じませんでした。はい。今思うと、たとえ言葉が通じなくても仲良くなれる関係があるんだなと思いました。はい。なんかあの言語の壁を感じるのって言語のレベルだけが関係していないんだなって思いました。ちょっと説明が難しいんですけど、なんて言えばいいのかわからないんですけど、とにかくその韓国人の女の子とすごく仲良くなることができました。はい。そしてその女の子はすごく明るくて可愛くて、本当にたくさん友達がいたんですね。だからあの私にたくさんの友達を紹介してくれたり、あといろいろなところに連れて行ってくれたりしました。はい。そしてその子がある日、私を語学学校の集まりに誘ってくれました。一緒にアイリッシュパブに行きました。そこには語学学校の友達、みんな留学生ですね。留学生が15人とか20人くらい集まっていました。初めましての人もいるし、あとは同じクラスメートもいるし、本当にたくさんの人がいました。だから私は最初みんなと挨拶をしました。普通の挨拶です。こんにちは、はじめまして、なおこです。日本から来ました。どこから来たんですか？本当にこういう簡単な挨拶をしました。でも挨拶だけです。本当はもっともっとみんなとたくさん話をしたかったんですけど、なかなか話を広げることができませんでした。はい。あの会話を広げることができませんでした。趣味を聞いても、例えば趣味は何ですか？あ、ギターが好きです。ギターすごいですね。これだけです。そうあの会話を広げられませんでした。日本語だったらもっといろいろな質問が出てきます。いろいろ聞きたいことがすぐに出てきます。例えば、ギターはいつからやっているんですかとか、どんな曲を弾くんですかとか、いろいろ聞きたいことをすぐに聞けます。でも英語で話す時、ネイティブ言語じゃない言語で話す時、頭が動かないんですよね。本当に頭が真っ白になります。パニック状態です。だからせっかくいろいろな人がいるのに、本当に簡単な会話だけで終わってしまいました。でも周りの人を見るとみんな楽しく話しています。すごく楽しそうにしています。それを見ると自分がすごく孤独な感じがして、すごく悲しくなってしまいました。その時私は英語に自信がなくて、話す勇気もなくて、ただただ音楽を聴きながら座っていました。そう
みんなといるんだけど孤独に感じました。はい、孤独に感じて涙が出てきそうになりました。でもダメだ、みんなの前で泣いちゃダメだと思って我慢していました。でも泣いちゃダメだと思えば思うほどどんどん泣きたくなりました。はい、我慢すればするほど泣きたくなりました。そうそしたらある友達がその様子を見て「なお大丈夫？」って聞いてくれたんですね。そしたら何かがプツンって切れました。何かがプツンって切れて涙がバーって溢れてきました。涙が溢れてきました。涙が出てきました。初めて海外で生活をして1ヶ月、いろいろな思い、いろいろな気持ちが溢れてきて、私はたくさん泣いてしまいました。でもそこにはみんながいるから、みんなの前で泣くのは恥ずかしいからすぐにトイレに行きました。そしたらそれを見た韓国人の友達、女の子が私を追いかけてトイレに来てくれました。なお大丈夫？どうしたの？ってあの慰めてくれました。はい。そしてその時彼女が私に言ってくれた今でも覚えている言葉があります。それはなお Don't push yourself too hard って言ってくれました。Don't push yourself。そうあの日本語だと無理しないでとか無理しすぎないでとか頑張りすぎないでという意味ですね。はい。それを言われた時さらに涙がバーって溢れてきました。その時彼女が「なお take it easy it's okay」って言ってくれました。はい。その子の前でたくさん泣いたらすっきりしました。はい。今まで自分が悩んでいたこととかいろいろなことが涙と一緒に消えていきました。涙と一緒に消えました。だからたくさん泣いたらなんかふうなんかすっきりしました。はい。きっと私は最初何かに焦っていたんだと思います。焦っていました。私も早く英語を話せるようになりたいとか英語を話せるようにならなきゃと焦っていました。自分で自分にプレッシャーをかけていました。プレッシャーをかけていました。あと英語を間違えてはいけないとずっと思っていました。綺麗な文を作らなければいけないとずっと思って自分にプレッシャーをかけていたんだと思います。はい。でも待って、私の母国語は英語じゃないし今まで英語を使って誰かと話したこともないし英語を話す練習もしたことがない。そっか、じゃあ今うまく話せなくてもそれは当たり前じゃんと思いました。当たり前、普通のことだと思うようになりました。そう思ってからなんかすっきりしました。はい。ずっと私はなんでうまく話せないのとかなんでコミュニケーションが取れないのってずっと思っていたんですけど、でもそっか、私は英語を話す経験が少ないからだと思いました。そう思ったら少し気持ちが楽になりました。ふう、楽になりました。むしろ英語を使って誰かとコミュニケーションを少しでも取れるのはすごいことだと思うようになりました。すごいことだと思えるようになりました。はい。だんだんポジティブに考えられるようになりました。ポジティブに考えられるようになってどんどん毎日が楽しくなっていきました。はい。
自分の言いたいことが言えなくても、それはしょうがないと思って、それを受け入れていました。はい。この時、私は言語の壁を乗り越えられたわけではなくて、言語の壁に少し穴を開けられた感じです。そう。伝えられることは頑張って伝えて、伝えられないことはまあしょうがないかと思って諦めました。はい。初めての海外生活はいろいろ楽しかったこともたくさんあったし、そして悩んだこともたくさんあったんですけど、友達の「Don't push yourself too hard」この言葉で私は救われました。はい。助けられました。そう。皆さんはこのような経験はありますか？言語の壁にぶつかった時、どうしますか？どうしたらいいと思いますか？私は正直、今でもよく言語の壁にぶつかってしまう時がよくあります。大丈夫な時もあるし、やっぱり、はあと落ち込んでしまう時もよくありますね。はい。皆さん、お互い頑張りましょう。はい。じゃあ、今日はすごく長い話だったんですけど、最後まで聞いてくれて本当に本当に本当にありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした。またね。ありがとうございます。バイバイ。